さて今回から心臓の弁についてお話していこうと思います。心臓の弁って言われてもあまり印象ない人が多いんじゃないかなと思うんです。で、念のためですけども、弁ってこの弁じゃなくてこの弁です。で、あかりちゃんは心臓弁ってどんなイメージですか？特に考えたことありません。ぶっちゃけ日頃あまり意識しないよね。走ったりすると心臓がドキドキするし、心臓が頑張ってくれてるっていうのは気がつくけれど、心臓の弁が働いてくれてるなんて気がつくどころか存在すら意識しないのが普通ですね。で、音もしませんし。そうですよね。何をしてる部分なんですか？一言で言うと血液の逆流を防いでくれてます。どこにあるかっていうと、後で出てくるけど、心臓って4つの部屋に分かれてて、その各部屋の出口にあるんです。つまり4個ある。でね、心臓弁膜症っていう言葉はほとんどの人が聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけれど、ぶっちゃけ心臓の弁がどれぐらい大事かっていうとですね、実は弁がないと生きていけないっていうぐらい、もう生命にとって必要不可欠です。これって大げさだと思う？さあ、もちろん大げさじゃないんだわ。で、さっき言ったように心臓には4つお部屋があって、血液が心臓に戻ってくる部屋が心房、それから血液を送り出す部屋が心室です。で、つまるところ心臓って心房に戻ってきた血液を心室が送り出すんです。で、これが我々の血液の流れなんですけれど、酸素を与えた血液が大静脈を通って上半身と下半身からは右の心房に帰ってくる。で、その血液は右の心室に流れ込んで、ここから左右の肺に送られるんですね。で、肺で酸素をもらった血液は今度は左の心房に帰ってきて、そのまま左の心室に入って、左の心室から大動脈を通って全身に送られる。このように心臓の左半分が体に血液を送り、右半分が肺の循環を担当して、左にも右にも心房と心室があるから合計4つなんです。もちろん4つとも大事なんだけど、全身に血液を送る左の心室、左心室と言いますが、この左心室が最も重要です。ここまで OK？ OK です。で、左心室がこれですけど、弁はここ左心房の出口なんだけど、左心室の入り口とも言えます。もう一つがここ左心室の出口ですね。で、左心房の出口と左心室の出口じゃややこしいので、左心室の入り口と出口と2つというふうにお話しします。で、その2つは実は接してるんですよね。で、ところで左心室が体に血液を送ってくれますけれども、具体的な量って覚えてますか？はい、覚えてます。毎分5リットルでしたよね。さすが正解。以前も言ったけど、それってペットボトル10本分なんですよ。で、毎分ということは1時間でペットボトル600本、1日にすると1万5000本分なんですね。で、5リットルって口で言うのは簡単だけど、実に凄まじい量です。で、1分でつくからね。で、しかもこの1万5000本っていうのが実は安静時で、丸1日じーっと過ごして、それでその量なんです。最大運動時にはそのまた5倍になるっていうんですから、もう見当がつかないぐらい心臓ってパワフルですよね。その仕事をしてるのが左心室なんです。だけど大きさっていうと本人のげんこつぐらいしかない。で、心臓がげんこつのサイズって覚えてる人がいるけど、それ間違い。左心室がげんこつぐらいのサイズなんです。ただそれにしても1日にかけてとは言っても、こんなもう山積みのペットボトルね、でこれをげんこつぐらいの左心室が賄うなんて嘘やろって思いますよね。ところがこれは本当なんです。ということは、もちろん心臓は超パワフルなんだけど、桁外れすぎる。で、パワーだけでなんとかなるレベルじゃないでしょっていうことなんです。つまり心臓は骨の宝庫なんです。その一つがしばらく前に何回か動画出しましたけど、心臓の収縮のシンクロです。今回お話ししようというのが心臓の弁なんですね。健康的な心臓って1分間に60回ぐらい打つんです。この回数を心拍数って言いますけど、この1分が60秒ですから、60秒で60回だと毎秒1回ですよね。で、5リットルも60で割ると1回は 80cc ですから、なんだ、意外と大したことないなって思いません？思います。でも違うんですよね、きっと。そうそう、実は1サイクルが
1秒なんだけど、左心室は1秒かけて 80cc を送ってるんじゃなくて、1サイクルの8割ぐらいっていうのはもう送り出す血液を溜め込むのに使ってて、収縮して血液を送ってるのは 0.2 秒なんです。で 0.2 秒で 80cc ということは1秒あたり 400cc のペースです。その勢いで何か飲めます？絶対無理です。で特にその1秒後に同じペースでまた飲んで、1分間でそれ60回もやるなんてもうマジありえないですよね。でこれを絵にするとこういうイメージです。心臓君がすごい勢いで簡単な血液を送ってる、強力に収縮してるわけですよ。でも強力に収縮すると液体って普通いろんな方向に、それこそ逆方向にも飛び散りますよね。もしホースに漏れがあって正しい方向以外に逆方向にも結構漏れてしまうと、目指す方向に血液を十分送れなくなってしまって体の必要を満たせないで、要するに生きていけなくなっちゃうんです。だから血液が逆方向にもうじゃんじゃん流れると生命を維持できなくなります。そんな状態の生物ってもう絶滅あるのみ。そうならない仕組みをもう最初から持ってる必要がありますよね。そもそも最初から必要です。そのうちねなんて話じゃダメですよね。そんな待てない。その仕組みが逆流防止弁なんですね。その通り。どこにあればいいですか？左心室の入り口に逆流させないような弁がないといけませんね。その通りです。さすがですね。だけどそこだけじゃないんですよ。もっとえぐいのがこれなの。で心臓君がバーンと送った血液がドーンと返ってきちゃうと、もちろん体にちゃんと流れなくってアウトだし、心臓もダウンしちゃうんですね。でこれまた絶滅一直線だから、左心室の入り口だけじゃなくて出口にも弁が必要なんです。それもまた最初からです。そのうちねなんてそのうちを乗り切れませんから。で逆流防止弁が生えてくるのを待つなんて冗談じゃないでしょ。改めて考えるとね、入り口の弁バッチリです、出口ですか、いや今のところありませんなんて論外なわけですよ。で出口の弁できました、入り口ですか、いや今のところじゃじゃ漏れですねなんて、これももちろんとても生きられない。でも段階的に向上するなんていうシナリオじゃ普通はどっちもダメですっていう風になるでしょうけれど、仮に最高に良くてもですよ、 OK なのはせいぜい片方です。でだから段階的に進化したなんていうのは最もバカバカしいありえない話なんですよ。つまりね、心臓の逆流防止弁は最初の先祖以来、心臓の入り口にも出口にも両方あったはずなんです。そうでないと子孫である我々が存在できなかったはずだからです。なるほど、納得です。弁がなかった先祖とかちょっとずつ生えてきたなんておとぎ話ですよね。机上の空論でしょ。じゃあ入り口と出口と両方あるのは偶然かって、何回か後に話しますけども、そんなの信じるようになったらもう終わっちゃってますよね。ところで心臓の筋肉はパワフルである必要があります。弁がパワフルだったとしても心臓がもうヘニャヘニャでは生きられませんから。だけどパワーさえあればいいわけじゃないんですよ。あかりちゃん、タイガーマスクのエンディングの曲って知ってる？そんなの知ってるわけないじゃないですか。昔すぎますよ。いや知らないだろうなとは思ったけど、やっぱりか。でもね、あの曲はね、子供向けのアニメソングの域は全く超えてる名曲なので、もう若い人にもぜひ知っててほしいんですよ。タイガーマスクはね、繊細孤児なんです。それでオープニングの白いマットのジャングルにって今日も嵐が吹き荒れるっていう勇ましい曲が有名なんだけど、エンディングはもうみなしごのバラードって言って正反対の哀愁あふれる曲で、温かい人の情けも胸を打つ熱い涙も知らないで育った僕はみなしごさって続いて、強ければそれでいいんだ、力さえあればいいんだ、ひねくれて星を見らんだ僕だったという歌詞があるのよ。でどんなに心臓の筋肉に力があっても、もし弁がなかったら全く役に立たないということを考えてたら、この曲を思い出したんだけど、 YouTube 聴いてたらもう内容も素晴らしいし、思わず懐かしさで涙がこみ上げてきました。でただこれ心臓についても真理だっていうことを知っててほしいですね。とにかくこの曲はもうすごいいい曲だからぜひ聴いてみてね。というわけで今日はここまでにしたいと思います。次回は逆流さえしなければどんな弁でもいいのか、あるいはそれってそんなにすごいこと
で便の実物ってどんなものということについてお話ししたいと思います。お楽しみに。この動画でお話ししたことはどこかの知らない誰かに起こっていることではなくて、見てくださっている皆さんご自身に起こっていることなんです。そのことに気づいて、ぜひ驚きながら喜んでいただきたいと思います。